2枚わざわざ貼ったテープ、このためです。これを剥がせばもう一度できます。もう一回テープ貼りましょう。じゃあ先ほどよりも小さい三角形を作ってみましょう。本当に細い三角形、これぐらいですと多分こんぐらいの細いヘラで大丈夫ですね。でこれも細いとあんまり失敗は少ないと思うんですけど、同じように 1,2 ミリぐらいにガイドラインを入れていきましょう。ここですね。右から左に軽くまず押さ仕上げます。2本目の線が見えてるぐらいもう上は無視してください。次は2本目の線が見えるぐらいにちょっと力を入れて、こういう感じです。ほら、はい、こんな感じです。こうやって練習していけば、何回か練習すれば多少上手くなると思います。もう一回やりましょう。今度は太いバージョンでいきますかね。今度はこれぐらいの太いやつにしましょうか。引いていきましょう。こういう太いのはやっぱりコーキング剤が足りないと、打つのが足りないとまた継ぎ足したり継ぎ足したり、そして時間かかってボツボツの仕上がりになってしまいますので、なるべく一気に多めで、こんな感じ。はい、じゃあ右から左へまず片側、こんな感じですね。2本目の線が見えるか見えないか一回掃除します。で同じ圧力で最後まで、こんなにこんもりしても大丈夫ですんで、多めに打っておくことが重要です。こんな感じの仕上がりです。実際このようにボロボロになってしまうのは時間をかけすぎることが原因です。時間をかけないで素早く仕上げることがコツです。ですから一般の方はあんまり長い距離を一気にやろうとしないことがコツということになります。短い距離を何回かに分けて、1回少し打ったら固まらせる、翌日またこの範囲と少しの距離で仕上げることをおすすめします。例えばこのお風呂場のような場合はコーキングを打ってある箇所が 1,2,3,4,5,6,7,8 といろいろありますが、今日は1番、明日は2番、そしてその次の日に3番というように直線ごと短い範囲でコーキング工事を行った方がきれいに仕上げられると思います。それではコーキング剤の打ち方の説明をします。コーキングはコーキングガンを握っている時だけ出ます。ですので握ってる時だけ動かす、握ってる時だけ動かす、このようにしてください。最後まで握り切ってこれ以上握れないところで横に動かしてしまうと空間が空いてしまいます。実際にやってみましょう。コーキング剤は握った時だけ動かす、握った時だけ動かす、握った時だけ動かす、このようにして打ちます。先ほど言ったように握ってない時に動かしてしまうとこのように隙間が空いてしまいます。これで仕上げてしまうと中に空気を含んだような状態になってしまいますので、後で空気がぷくっと出たり綺麗に仕上げられなくなりますので、握った時だけ動かすというのをよく覚えておいてください。それでは今から中学生にコーキングを仕上げてもらいます。手順はちゃんと説明しました。でも今まで1回も仕上げたことがないのでどうなるか見ててください。打つのは私がやります。はい、どうぞ。
完成しました。じゃあテープを剥がしてみましょう。まくれてんじゃん。2本目の線が見えてんだよこれね。最後1本目の線が見えてんじゃなくて2本目の線が見えてんの、だからまくれ上がっちゃってるね。だから最後仕上げるときは2本目の線が見えるようにもう一度やり直しです。はい、それでは再挑戦です。よっ。2本目の線がちゃんと見えるよね。一応向こうから一回離して。そうおお、見えてるじゃん、ちゃんと。オッケー。じゃあ見てみましょう。どうですか？こう見た方が見えるかな。生まれて何回目？15。誕生日でしょそれ。コーキングを仕上げたのは何回目2回目。生まれて2回目のコーキングの仕上げでこの出来栄えです。どうですか？はい、いかがでしたでしょうか。せっかくコーキングをするんですから、ちょっと練習してみて綺麗に仕上げていただきたいと思います。それでは次回はまた違ったところのコーキングの仕上げ動画を上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。名神工業でした。